フルアーマー&ウェポンシステム。フルアーマー&ウェポンシステム計画とは、メカニックデザイン企画、モビルスーツバリエーションにて登場した軍事計画です。一年戦争時、戦場で目覚ましい活躍を見せた RX-78 ガンダムの性能を強化し、攻撃力を戦艦クラスまで引き上げることを目的とし発案されました。FSWS の略称には諸説あり、2010年に発売されたマスターグレードフルアーマーガンダムの説明書では、フルアーマーシステム&ウェポンシステムとされていましたが、近年ウェブサイトで公開されているロボット魂のモビルスーツ開発記録フルアーマーガンダムでは、連邦軍次期戦術兵器開発計画を指すフェデラルスーツウェポンシステムとされています。FSWS 計画とは、一年戦争において活躍した RX-78 ガンダムの1機あたりの攻撃力を戦艦クラスに引き上げることを目的として、増加ウェポンシステムの開発を行う計画を指します。フルアーマーガンダムに始まり、一年戦争中に様々な増加ウェポンが開発されていき、その有用性の高さから、一年戦争以降も FSWS 計画の流れを組む様々なフルアーマー装備が開発されています。今回は、そんな FSWS 計画で開発されたモビルスーツや兵器について解説させていただきます。まず、FA78-1 フルアーマーガンダム、初期名称ガンダムフルアーマータイプについてです。もともとは、プラモ京志郎に登場したパーフェクトガンダムをモビルスーツバリエーションに登場させるため、宇宙世紀のモビルスーツらしいデザインやリファインしたことで誕生した機体です。一年戦争末期、ガンダムの戦闘能力を強化するべく、増加装甲と武装を追加するという形で開発が進められました。そのため、NT1RX と同様、素体となるガンダムはマグネットコーティング処理が施され、ニュータイプの登場が前提とされています。コアブロックシステムを内蔵したことで発生したガンダムの構造的脆弱性を補強するため、ジムキャノンの逆部装甲と同じ簡易装着型の装甲を取り付け重装甲化しています。それに合わせて逆部にコアブースターのメインスラスターに匹敵する推力を持つ補助推進装置を装備することで機動力も強化されています。またバックパックは制御デバイスとスラスターを一体化させたものが装備されています。武装としてはミニワン部に2連装ビームライフル、別名2連装ビームガン、背部に可動式の 360mm ロケット砲、胸部装甲と膝の装甲にはミサイルベイが内蔵されています。また素体がガンダムであることから、通常のガンダム用兵装であるガンダムと同じトールバルカンも使用できます。ビームサーベルはガンダムの場合はランドセルに搭載していましたが、本機はリアアーマーに搭載されています。また左前腕部には追加装甲と一体化している小型のシールドがあります。なお加藤騎士によってデザインされた GFF 版フルアーマーガンダムはビームガンの予備バレルがこのシールド上に装着されるようになっています。このように重装甲と大火力を持つ機体として完成したフルアーマーガンダムですが、 MSVR では本機に関する資料が極めて少ないとされており、あまり運用されたデータが残されていません。実戦投入された唯一のガンダムがアバオア空戦で失われたことから、フルアーマーガンダムはプラン中止になったという話もあれば、少数ながら試作されソロモンやアバオア空戦で実戦投入されたという話もあります。また MSV 版とはやや設定が異なるモビルスーツ開発記録ロボット魂バージョンアニメでは、グラナダ中域にてジオングに似たモビルスーツと交戦した灰色の機体が目撃されたとされています。さらにジオリジン版におけるモビルスーツバリエーションに相当する規格 MSD では、大河原国吉ではなく加藤木はじめ氏によってリファインされたフルアーマーガンダムが登場します。開発背景はモビルスーツバリエーションに準拠しますが、こちらはガンダムではなく局地型ガンダムを再設計する形で開発された機体です。ほぼ MSV 版と同じデザインですが、違いとしてはアンクルガードの形状が若干異なる。両肩のスラスターが MSV 版ではなくなっている。ふくらはぎ裏側のスラスターもなくなっている。2連装ビームガンの持ち手の先の色がオレンジから緑一色に変更。リアアーマーに装着されるビームサーベルがなくなっているといった点にあります。本機が実戦に投入された記録は残されていないので、実在したのかは分かりません。なお FSWS 計画の中で最終段階まで検討が進んだプランはフルアーマーガンダムの他に2つありました。
それがモビルスーツ開発記録に登場した FA78-303 と FA78-400 になります。FA78-303 はコアブースターのものと同等の大型推進エンジンユニットを装備した形態とされています。FA78-400 はフルアーマーガンダムをさらに重装化するというもので、対艦戦闘や拠点攻撃を行うべく大量のブースターパックや大型の長距離砲などを搭載した機体とされています。このように媒体によって違いはあれど、フルアーマーガンダムは実戦にどこまで投入されたのか真偽不明の機体とされています。しかし MSVR ではその他にも G3 ガンダムをベースとした中距離爆撃仕様のフルアーマーガンダムタイプ B、 フルアーマーガンダムの設計データを転用しプロトタイプガンダムをもとに陸戦仕様として設計したフルアーマーガンダム陸戦タイプといった機体へとつながっていきました。次に FA78-2 ヘビーガンダムについてです。こちらは FSWS 計画の第2案またはフルアーマーガンダムの再設計機とされています。ニュータイプの素質を有するパイロットは非常に少ないということから、ニュータイプ向けを想定したフルアーマーガンダムと異なり、一般兵でも運用できるように再設計されています。そのためガンダムに追加装甲を施して重武装化するのではなく、最初から本体装甲を厚くして防御力が強化されています。また脆弱性を生む原因にもなっていたコアブロックシステムも廃止されました。武装面では右腕に60新ガトリング砲と4連装ミサイルランチャーを組み合わせた複合兵装フレームランチャーを装備。背面ランドセルには右側にビームキャノン、左側にビームサーベルを装備しています。また頭部デュアルカメラにはフェイスシールドが追加されています。なお本機はモビルスーツ開発記録ではプロトタイプガンダムの4号機をベースとして開発された機体となっており、小惑星ペズン潜入作戦に参加したと記述されています。ヘビーガンダムはアムロが通常のガンダムで10モビルスーツ相手にも戦果を上げたことから、本機の存在価値は疑問視され、一年戦争終結後戦後処理などの問題もあって一度は開発中止となります。しかし一年戦争終結から8ヶ月後に開発が再スタートし、複数機が開発されました。まず MSVR です。こちらではヘビーガンダム2号機が登場しました。カラーリングが変更され、蛍光武装が専用のものに変更されています。次にヘビーガンダムイングリッドゼロ仕様です。漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの機関に登場した機体で、宇宙世紀 0090 仕様として改修されているので、見た目はそのままにバイオセンサーを搭載しています。また最終戦ではファンネルやバストライナーといった武装を操る姿も見られました。なお MSD では開発経緯は変わらないものの、こちらもデザインが若干変更されています。アンクルガードの形状が変わり、フレームランチャーも形状が少し変わっています。またふくらはぎ裏にスラスターが追加されています。次に RX78SP ガンナーガンダムについてです。ガンダムの機動力はそのままに中距離支援能力を向上させるというコンセプトで、一年戦争終結後にヘビーガンダムを再設計した機体です。装甲の強化を図りつつも、バックパックには4機の大水力スラスターを搭載し、ふくらはぎ裏側にもスラスターが追加されています。これにより機動力も確保されており、ヘビーガンダムよりも汎用性を維持しています。装備としては頭部右側面に追加された複合センサーと併用することで、ロングレンジでの精密射撃が可能となる専用ビームライフル、頭部の 60mm バルカン砲、そして脚部側面にビームサーベルを搭載しています。またランドセル上部に索敵やジャミングなどを行う電子装備が入ったセンサーポッドが搭載されています。こちらはミノフスキー粒子下でも電波受信が可能となっているので、特殊任務機としての運用も計画されていました。しかしすでに完成していたガンダム6号機と近似点が多かったことから10機は開発されず、ジムを改造した検討用の大型模型のみが作られたとされています。なお漫画機動戦士ガンダム MSVR 宇宙世紀英雄伝説工芸の新松永では、一年戦争後期にてガンナーガンダムの装備を着脱式にしたフルアーマーガンナーガンダムが登場しています。次に RX78-2 高機動型ガンダムについてです。
ゲーム、機動戦士ガンダム、ギレンの野望、ジオン独立戦争機で登場した機体ですが、後にガンダムエースの解説にて、FSWS 計画における高機動タイプのうちの1機とされました。ガンダムの宇宙船仕様の機体で、マグネットコーティングに加えて、背部に大小4機のバーニアを備えた大型パックと、胸部と脚部に簡易装着式の高機動ユニットを新たに設けた高機動型モビルスーツとなっています。武装としては、頭部 60mm バルカン砲、右腕に2連装ビームガンを装備、そしてバックパックに2本のビームサーベルとシンプルなものになっています。ディレンの野望ではアレックスを超える運動性と耐久性を誇り、高機動型の名に恥じない性能を見せています。なお、横浜ガンダムを改修した RX78F00 版ガンダム高機動型も存在します。次に FA78-3 フルアーマーガンダム7号機です。ガンダム7号機は RX78 ガンダムの7号機であり、セカンドロットシリーズでは最後に開発された機体です。G3 ガンダムで培われたマグネットコーティングを施され、コックピットには試作型の全天周囲モニターを設置。また、当初からフルアーマーなどのオプションシステムの装着を想定して開発されているので、各所にマウントラッチなどが設けられています。これにより、アレックスと並ぶ機体性能と汎用性を獲得しつつ、状況に応じて火力の強化を図れる万能機体として完成しています。そして、ガンダム7号機に増加装甲ファーストアーマーを装着したのがフルアーマーガンダム7号機となります。ガンダム7号機とフルアーマーガンダム7号機は元はミッシングモビルスーツバリエーションで登場した機体ですが、 PS3 用ゲーム機動戦士ガンダム戦記に登場した際に共にリデザインされました。フルアーマーガンダム7号機は FA78-1 フルアーマーガンダム、FA78-2 ヘビーガンダムに続く FA78-3 の型式番号なので、フルアーマー3号機とも呼ばれます。しかし、フルアーマーガンダムのような計画初期の機体とは異なり、よりオプションパーツとベース機のマッチングに配慮がなされていて、フルアーマータイプとして一つの完成されたモビルスーツとなるよう設計されています。そのため、本体に加えて増加装甲パーツにも補助スラスターを搭載することで、フルアーマー化による機動性の低下を徹底して防いでいます。また、増加装甲内にサブジェネレーターを内蔵しているので、本機は高い機動性を維持しながら高い火力も獲得することに成功しました。また、腰部背面にテールスタビライザーを装備しており、これがアンバック作動子として働くので、加速性能が大幅に向上しました。武装としては、まず両前腕部にグレネードランチャーか2連装ビームスプレーガンを戦況に応じて装備します。右肩には入る長距離ビームキャノンを装備しており、当時の標準的なビームライフルの2倍の射程を誇ります。また、脚部と胸部にはミサイルポッドが内蔵されています。なお、フルアーマーガンダム7号機には、さらに、セカンドアーマーと呼ばれる追加装甲を装着した姿である重装フルアーマーガンダム7号機も存在します。背部に大型のスラスターとプロペラントタンクを装備することで、戦艦並みの航続距離を誇る機体になりました。新たに追加される武装としては、戦艦クラスの威力を持ったメガビームキャノン、2門の腰部ビームキャノン、そして背部スラスターユニットに8連装ミサイルポッドを2機装備しています。白兵戦ではなく、主に対艦対モビルアーマーを想定した機体なので、小回りが利かず、モビルスーツとの接近戦には不向きという弱点を抱えています。そこで、遠方からビームで砲撃しながら接近した後、本兵装をパージして、ガンダム7号機として戦闘を継続するという運用方法が取られています。次に、FA78NT1 フルアーマーアレックスについてです。ガンダム NT1 アレックスに、チョガムアーマーではなく、フルアーマーオプションを装着した形態で、アレックス増加装甲試験型とも呼ばれています。武装や装甲は、フルアーマーガンダムと同様のものが採用されています。武装としては、アレックスと同様の頭部バルカン砲や腕部ガトリングガンといったものに加えて、右腕部に2連装ビームライフル、背部バックパックにロケット砲と照準用デバイスを搭載。さらに、胸部の追加装甲にはミサイルを内蔵。また、左腕にはフルアーマー系列機らしく、追加装甲と一体化した小型シールドが搭載されています。モデルグラフィックスで付記された設定では、
NT1 の2号機を元に開発されたとされていましたが、後に漫画機動戦士ガンダム刀では0084を舞台に赤色のフルアーマーレックスが登場しています。一年戦争終結後に地球で解体されたはずの幻の機体でしたが、反連邦組織シンフェデラルのコテズによって運用されています。次に RX81G ラインについてです。ガンダムの簡易量産型とされるジムとは異なり、ガンダムの完全量産型とされる機体で、初期プランでは RX81 と呼ばれていました。FSWS 計画のコンセプトが盛り込まれているので、戦況によって武装を変更することで、様々な状況に対応できる機体として仕上がっています。一年戦争末期から開発が進められるも、終戦後、地球連邦軍が軍縮を進めたため、G ラインは試作機が少数生産されたのみにとどまり、その後の所在は不明でした。しかし、0081にジオン残党掃討を行う特務部隊ファントムスイープに配備され、実戦投入されています。現在では、アーマーを装備しない状態の G ライン基本フレーム、標準装備のスタンダードアーマー、高機動型のライトアーマー、近接戦闘特化のアサルトアーマー、そしてそれら全ての装備を持つフルカスタムが確認されています。このように FSWS 計画では様々なモビルスーツが検討されましたが、他にもモビルスーツだけではなく補助兵器も開発されています。まずバストライナーについてです。MS テズンに登場する移動砲台で、こちらはフルアーマーガンダムの支援兵器です。もともとガンダムの支援メカとしては G ファイターが存在していましたが、 G ファイターにパイロットが必要だったり、フルアーマー化によって規格が合わなくなるといった問題がありました。そこでモビルスーツの航続距離の確保と火力の強化を目的として、モビルスーツが乗り込み操縦できる補助兵器の開発が進められます。こうして開発されたのがバストライナーです。本機最大の特徴は、中型突撃艇の上部に戦艦用の砲塔が設置されていることで、これによりモビルスーツに文字通り戦艦クラスの火力を持たせることが可能になりました。いわゆる高火力攻撃可能なサブフライトシステムです。しかしガンダムに装備されるビームライフルが戦艦並みの威力を持っているほか、フルアーマー化ではそこからさらに火力強化が図られているので、わざわざバストライナーを開発するのはコストの無駄ということで開発が中止され、ペーパープランに終わりました。ただし後年には似たコンセプトのメガバズーカランチャーとメガライダーが開発されていることから、その有用性は認められていたようです。またドリームキャスト用ゲームコロニーの落ちた地で登場していたり、漫画ジョニー・ライデンの帰還ではサイコミで遠隔操作可能なバストライナーが登場し、イングリッドゼロがヘビーガンダムに登場してバストライナーを操作する場面が見られます。なおバストライナーはサブフライトシステムでありながらモビルスーツ並みの全長になるため、専用の運用空母が必要でした。そのためバストライナーおよびフルアーマーガンダムを運用するためにノースポール級宇宙空母も検討されています。こちらはフルアーマーガンダムとバストライナーをそれぞれ8機ずつ搭載して運用することが想定されていました。しかしバストライナーの開発中止に伴い、ノースポール級宇宙空母の計画も凍結されました。ただ一番艦のみ開発されたという説もあり、モビルスーツ開発記録ではフルアーマーガンダムとともにルナ2宇宙域で実験が行われ、小惑星ペズンへの潜入作戦の折にはヘビーガンダムとともに運用されたとされています。他にヘビーガンダム用の補助兵器としてガンキャリーも存在します。こちらは G ファイターの発展機とされています。ということで以上、FSWS 計画のモビルスーツ及び兵器についてでした。FSWS 計画以降も様々なフルアーマー装備の機体が登場しています。しかし始まりである FSWS 計画の設定を追ってみると、ぼかされている部分や設定が曖昧になっている部分が多々あります。ただ当時モビルスーツバリエーションの設定を担当されていた小田正宏氏の話によると、 MS ペズンでヘビーガンダムが登場して以降、予想以上に人気が出たので実在することにしたとのこと。そのためこれからも派生機が増えていくのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。